テスラがサイバーキャブのローンチイベントへ利用者を招待する企画を始めました。ただし、サイバーキャブの一般乗車サービスが始まると発表されたわけではありません。おはようございます。ケンです。今日の結論を先に言います。パイロット生産も緊急対応の準備も進んでいます。しかし、招待イベントの開催は一般運行の開始ではありません。安全性、規制、量産、この3つの条件はまだ確認できていないんです。今日の問いは一つです。サイバーキャブは本当に一般客を乗せる商用サービスへ移れる段階まで来たのか、これを安全性、規制、量産という3つの条件だけで検証してみたいと思います。では先に今日の情報を4つに分けておきます。確認済みなこと、招待企画、パイロット生産の表記、緊急対応資料、テスラの計画、2026年内に量産開始、将来的なモデル Y からの置き換え、報道、試験情報、行動試験の場所、運転条件、人の関与など、そして未確認としては、イベントの開催日、一般乗車の開始日、有料運行の開始日、量産台数です。この4つが分かれていないと期待と事実が混ざります。ではまず何が始まったのか、テスラのロボタクシー公式アカウントが8月17日から23日までにロボタクシーに乗った人を対象に抽選への応募を受け付けています。乗車1回につき1口、回数の条件はありません。ロボタクシーに乗らなくても輸送での応募もできます。ではここが大事なところです。当選するのは5名なんです。発表は8月25日。場所はオースティンです。商品はイベントに参加する権利です。オースティンまでの交通費などは含まれてはいません。つまり、こういうことです。これは5人がイベントに免れる企画なんです。サイバーキャブの一般乗車サービスが始まるという発表ではありません。そして、イベントの開催日はまだ公表されていません。テスラ公式のロボタクシーのページでもサイバーキャブによる乗車提供は今も将来と表現されています。では、サイバーキャブはどこまで来ているのか、生産は始まっています。テスラの資料では今年2月にパイロット生産、4月には製造開始と説明されています。第2四半期の決算では、ギガテキサスでの生産開始と年間12万5000台を超える生産能力が示されました。走行の方も進んでいます。量産型の行動試験は6月に始まりました。7月からはオースティの敷地内で社員が試乗しています。アラスカでの寒冷地試験も行われ、複数の州へ車両が運ばれています。そして運用の準備です。テスラは公式サイトで緊急対応機関向けのサイバーキャブの資料を公開しています。先週にはオースティンの消防や救急と車両の扱いについての訓練を終えたと報じられています。事故が起きた時、誰がどう車を動かすのか、そこまで準備が進んでいるようです。そしてここから3条件です。まずは安全性です。ハンドルもペダルもない車を乗員なしで安定して走らすことができるのか、異常が起きた時、安全に止まって遠隔で支援し、救助まで成立するのか、サイバーキャブには人が代わりに運転するという逃げ道がありません。モデル Y なら自動運転が使えない場面では人が運転を代われます。サイバーキャブはソフトウェアが対応できない状況ではそもそも動かせないんです。では、ここで規模を見ておきます。テスラが7月の決算で示した無人走行の累計は約38万マイル。一方、ウェイモは2億2000マイルを超えています。およそ580倍の差です。そして38万マイルっていうのは現在のモデル Y のロボタクシーの実績です。サイバーキャブの実績ではありません。そして安全性の判定です。準備資料は出ました。訓練も終えています。しかし、無人運行の実績は別です。モデル Y で積んだ実績をそのままサイバーキャブの実績にはできません。次に規制です。ここで分けるべきものが3つあります。公道で試験する許可と料金を取って運ぶ許可、車そのものの法規定号と配車事業の運行許可、そして都市ごとの区域、速度、台数の条件です。そしてここが
認識の転換点です。技術が完成すればすぐ営業できるわけではありません。実際、報道でもサイバーキャブの商用運行に関する規制上の位置づけは不明確だとされています。ハンドルもペダルもない車はテスラが今営業している車両の設計から外れているからです。そして規制の判定です。試験できることと料金を取って運べることは別です。現時点で有料の商用運行が認められたっていう発表はありません。そして最後の3つ目としては量産です。テスラの資料では、サイバーキャブはパイロット生産と記載され、2026年中の量産開始が見込まれています。ただし、これは会社の計画であって、達成済みの実績ではありません。イーロンさんも新しい車体に固有の走行データを集めてから広げると説明しています。そして、量産で見るべきなのは、台数だけではないんです。1台あたりのコスト、1日にどれだけ動くのかっていう稼働率、そして整備の体制です。安く作れても動く時間が短ければ事業にはなりません。逆によく動いても1台あたりが高ければ台数を増やすほど負担が増えるんです。そういったことも踏まえて量産の判定です。作り始めたことと採算の合う台数を作れることっていうのは別です。生産能力は示されましたけれども、実際の生産台数っていうのは公表はされていません。そしてなんでサイバーキャブなのかというところなんですけれども、現在オースティンで走っているロボタクシーはおよそ186台のモデル Y です。モデル Y はいざとなれば人が運転を変われます。サイバーキャブにはそれがありません。つまりこれは稼働中のサービスにまだ検証されていない新しい車台を載せるということになります。そしてここで一つ期待したいことがあります。ハンドル付きのサイバーキャブを一般車として売るかどうかです。昨年テスラの取締役会長が従来の運転操作系をつけることには前向きだと述べています。今回のイベントでそこに触れるかどうか、僕はここにも注目しています。そして株価にも触れておきましょう。8月19日テスラ株は 3% 上昇して347ドル台をつけています。先日のチャートの動画で最初の壁は350ドルだとお伝えしました。その壁にイベントを前にして触れようとしています。ただしイベントは製品がまだ存在していないものの宣伝だっていう厳しい見方もありますので、このイベントを通じてテスラ株がどうなっていくのかっていうのも引き続き追っていきたいと思います。はい。ではですね、最後に3つ条件でまとめてみたいと思いますけれども、準備の具体化っていうのは前進しています。一般向けの商用運行は未確認ですし、大量生産と生産性、これっていうのは未証明なんです。では、次に何を見ればいいのかというところですけれども、イベントの開催日が公表されるのか、社員以外の一般客がサイバーキャブに乗るのか、料金を取る運行が認められたのか、そして月にどれだけ作れているのか、このうち2つ目が今回一番重要な分かれ目になります。社員が乗ることとお客さんを乗せること、これは全く違う段階だからです。今回5名の方を招待ということはきっとこの5名の方に乗ってもらうんじゃないかなと思いますけれども、これっていうのは一般のお客さんが乗るという最初の5人になってくるので、この運行がきちんとできるかどうかっていうのは大きな見物になってくるんではないかと思います。そして最後に今日の問いに答えておきます。サイバーキャブは展示車の段階を超えつつあります。しかし、イベントの開催は実用化の証明ではありません。一般客を安全に運んで、規制を通り、採算の合う台数を量産できたとき、その時初めて実用化だと判断することができるんじゃないかと思いますけれども、皆さんはこのサイバーキャブのイベント、どういったことを期待していますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
推進です。もしテスラの購入を検討されているならば、僕は中古をお勧めしています。現在、オークション業者さんの下で中古テスラを購入したい人のサポートをしています。中古で買おうかなと思われている方は、概要欄に中古テスラの LINE を用意していますので、そちらよりご登録されてください。そして購入を予定している時期だったり、どういった車両が欲しいのかっていうのは LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。